皆さんこんにちは。こちらはビクター EXS1000 です。発売は2012年。当時の価格は69,800円でした。このミニコンポにはウッドコーンを使ったスピーカーが付属しています。楽器の美しい響きが聞けると言いますが、本当でしょうか？今回はこのシステムの音を詳しく解析します。このモデルのスペックは次の通りです。デウスというデジタルアンプが搭載されています。デジタルアンプの欠点に歪みがありました。デウスはハイブリッドフィードバックと外部同期型の PWM 変調によってトップクラスの低歪みを実現したといいます。実用最大は 30W ですが、定格出力が不明です。K2 テクノロジーというのは失われたデジタル信号を再生成する技術です。CD のフォーマットを独自のアルゴリズムでハイレゾのフォーマットに拡張します。この機能には2つのモードがあります。DVD スーパーマルチドライブを搭載しています。デジタルの音楽データは CDR に焼いて再生できます。スピーカーは 8.5 センチのシングルコーンです。振動板には無垢の木が使われています。今回はこれらのデジタル技術とウッドコーンの性能を測定で明らかにしていきます。前回はこのコンポを分解して中身を観察しました。今回はこのコンポを測定してデウスとウッドコーンの性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。定格出力が不明ですので歪みから見ていきます。こちらがその結果です。この様子からすると 20W までいけそうです。定格出力が分かったので周波数特性を確認します。低域にピークがありますね。このアンプには音色があります。過渡応答も完璧ではありません。このピークはこの後出てくるバスレフの共振点に合わせてあるようです。このピークのせいで定格出力が大幅に減って 3W です。それ以上出すと電圧がへたってグラフのようになります。こちらはサブウーファーをオンにした時の周波数特性です。ピークが消えてハイパスフィルターが入ります。出力は 20W まで問題ありません。サブウーファーの出力信号はフラットです。AV アンプのようなクロスオーバーになりませんが、サブウーファーのフィルターで落とせば問題ありません。こちらは歪みについて他のデジタルアンプと比べた結果です。オレンジの線が今回のアンプです。さすがに N コアにかないませんが、ライバルのジェノエンジンより優秀です。デウスは確かに歪みの少ないデジタルアンプです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。こちらは CD を再生した結果です。最後が直線から外れていますね。CD のフォーマットを完全にカバーしていません。K2 テクノロジーを入れても同じです。K2 に微小信号の再現性を高める作用はないようです。こちらはアナログ入力の結果です。ノイズフロアまで一直線です。このモデルはアナログ入力で使うのが最も高音質です。こちらはダンピングファクターです。フィードバックループがあるおかげで十分な性能です。極端に大きい部分がありますね。部分的に大きなゲインがかかっているようです。
ボリュームのギャングエラーを見ていきます。電子ボリュームでアナログ信号を減衰させる仕組みなので、ほぼゼロです。電子ボリュームがミニコンポに完璧な性能を与えています。失われた信号を再生成するという K2 テクノロジーの性能を見ていきます。こちらは CD でランダム信号を再生した結果です。ストンと落ちているところは CD フォーマットの限界です。この岩壁から右側が失われた領域です。K2 テクノロジーが有効なら、ここが再生成されてまっすぐになるはずですが、どうでしょう。K2 には2つのモードがありますが、どちらもノイズが増えるだけです。今度は制限波の結果を見ていきます。丸で囲んだ部分は歪みです。K2 が何かするとこれが変化します。例えば波形のギザギザが滑らかになれば、この歪みが小さくなります。K2 をオンにしても全く変わりません。4kHz でもほとんど変わりません。8kHz で変化がありますが、歪みが増える方向です。10kHz ではさらにひどくなります。K2 は失われた信号を再生成するというより、もともと存在しない信号を追加する仕組みのようです。ウッドコーンの性能を見ていきます。まずはユニット単体のインピーダンス特性です。F0 は 117Hz、Q が 0.63 です。F0 の値からすると能率は低めのようです。こちらは箱に入れた場合です。バスレフの共振が 68Hz にありますが、ほとんど効いていません。密閉箱に近い特性です。この共振点と先ほどのアンプのピークが一致しています。効きにくいバスレフを強制的に共振させて低音を増強する仕組みのようです。こちらは一般的なアンプで駆動した時の正面の周波数特性です。10kHz 付近に強烈な共振があって、過と応答が極端に悪くなります。これが美しいとされる木の響きに関係するようです。低域は 130Hz 止まりで、バスレフが効いている様子はありません。こちらは指向性です。フルレンジの広域は分割振動の共振ですから、角度がつくと打ち消して減衰します。とはいえ大きなピークがあるおかげで不足はしないようです。こちらは付属のアンプで鳴らした結果です。バスレフを強制的に共振させる仕組みによって8センチとは思えない低音が出ます。距離を取ると中広域が拡散して弱まるので低音が目立って聞こえます。バスレフと広域に共振があって、それ以外はおおむね平坦です。これがウッドコーンの音の特徴のようです。こちらはバスレフポートから出る低音の遅れです。ポートを強制的に過信させている関係で、一般的なバスレフの2倍の遅れです。歪みを見ていきます。1% が目安ですが、100Hz のところを見ると 1W ですでに 10% あります。バスレフで低音が補強されると言っても音質は望めません。サブウーファーをオンにすると低音がカットされて 4W までいけそうです。低音の歪みを改善してボリュームを上げることができます。
このコンポの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番はコンポの音です。データによるとウッドコーンは広域に癖がありました。果たしてどんな風に聞こえるでしょうか。それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。ハイブリッドフィードバックを持つデウスの性能は優秀です。デウスが目指した歪みの低減は達成されていて、ダンピングファクターも十分高い値です。ただし、ウッドコーンに合わせて低音が強調されるので、他のスピーカーと組み合わせるのは難しいでしょう。K2 は失われた情報を再生成するとされるアプコンです。いろんな信号を使って注意深く調べましたが、この機能のメリットは見つかりませんでした。この種の機能は大抵の場合余計なことをします。失われた信号を復元することは原理的にできないことを知っておいてください。ウッドコーンは 10kHz 付近に鋭い共振があります。
それとバスレフの強振で低音が強調されています。どちらも強振ですからよく響きます。それ以外はおおむねフラットなので、高音や低音をあまり含まない音楽では癖のない音で楽しめます。帯域の両端だけ強調して他はフラット。これがウッドコーンの音の特徴のようです。ご視聴ありがとうございました。